今日はゴーヤチップスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はゴーヤチップスを作りたいと思います。はい、ということで今回はゴーヤを薄くスライスしておやつとして食べれるゴーヤチップスを作っていきたいと思います。ゴーヤの苦味を抑える方法などいろいろご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ゴーヤ、米粉、塩、顆粒コンソメ、白ごま、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずゴーヤはですね、今回丸々1本ね、チップスにしたいと思います。そして揚げる時に使うね、こちら粉類なんですが、今回は米粉を使用します。米粉を使っていただくと揚げてる時にゴーヤ同士がくっつきにくくなります。そしてさらにね、サクサクっとした仕上がりになるので、ぜひ米粉でやってみてください。もし米粉がない場合は片栗粉でも OK です。なんですけれども、片栗粉の場合はちょっとゴーヤ同士がくっつきやすいので、揚げるときは少しずつね、お箸でゴーヤ同士を離しながら揚げるようにしてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、ゴーヤを切っていきたいと思います。このゴーヤのヘタをね、一度切り落としましょう。お尻の部分も少し切り落とします。そしたらね、続いてこちらを4等分ぐらいにしていきます。そしてこのように4等分にしたら、ティースプーンを使ってこの綿と種を取り除いていきます。こんな感じで、今回はね、この輪っかごと揚げていきたいので、こういった綿と種の取り方をしてるんですけれども、輪っかじゃなくて半分でもいいなっていう時は、一度縦半分に切っていただいて、その後スプーンで一気にこそぎ取るといいかなと思います。はい、OK です。このように真ん中をくり抜いてください。で、もしね、ここの幅が長くてやりにくい時は、これをね、さらに半分に切ってくるっとね、くり抜いてみてください。それでは残りも同じように種と綿を取り除いていきます。はい、全部くり抜き終わりました。くり抜き終わったら、こちらをですね、3mm から 5mm 幅で切っていきます。このぐらいの厚さです。この厚みに関しましてはお好みで OK です。で、こうやってね、切るのがちょっとね、大変だなっていう時は、スライサーでね、やっていただくと早いかなと思います。はい、こんな感じです。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、OK です。ゴーヤはこのように切ってください。今回はこのゴーヤに最初に下味をつけて、そして苦味を軽減させたいと思います。そしたらね、このようにポリ袋を用意して、この中にゴーヤを入れます。はい、こんな感じです。そしたらここに顆粒のコンソメを入れます。あとね、塩1つまみほど入れてください。そしてこちらを一度シャカシャカします。はい、こんな感じです。そしたらですね、一度この口を縛って、こちらを冷蔵庫で30分漬け込みます。こうしていただくと、ゴーヤの苦味を軽減させることができます。で、かつね、下味もつくので、とても美味しいチップスに仕上がります。では、こちらをこのまま冷蔵庫で漬けたいと思います。はい、30分漬け込みました。こんな感じで、しっかりと下味がつきました。それではね、こちら一度ざるにあけて、さっと水洗いします。で、水洗いしたらこのようにゴーヤを広げて、そして水を切ります。そして水分を拭き取ります。できるだけね、重ならないように広げて、そして上からかぶせて拭き取ります。で、軽くね、こうやってギューッと絞っていただいて OK です。はい。で、水分を拭き取ったらこのようにボウルに入れてください。そしてまずね、ここに白ごま。で、これで絡めます。はい。で、白ごまを絡めたら、ここに米粉ですね。振りかけます。まず半分ぐらい振りかけてください。そして全体に絡めます。こちらね、ポリ袋を使ってやっていただいても OK です。で、全部絡めたら残りの米粉を加えます。こうやってね、2回に分けていただくことで、衣をしっかりとね、つけることができます。で、これで絡めます。はい、OK です。それでは今から揚げていきます。はい、それでは油で揚げていきます。まずフライパンにね、そこから5mmぐらいの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。
今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にこのようにプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。ではね、やけどしないようにゴーヤを入れていきます。重ならないようにね、入れていきましょう。結構ね、これ薄くスライスしてるのですぐ上がると思います。なので入れてる最中にもし上がったものがあったら、そちらはね取り出しちゃってください。はい、こんな感じでね揚げていきます。でこのようにちょっとね時折裏返して揚げてください。でこのようにねカリッと揚がったものから取り出します。だいたいねもう1分ぐらいで揚がるかなと思います。はい、こんな感じでカラッと揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにねとてもサクサクに仕上がってます。これで完成です。はい、これでゴーヤチップスの完成です。こんな感じでサクサクカリカリに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。サクサクです。すごく美味しいです。そして下味もつけてるので味わいもちょうどいいですね。美味しい。ごまの香りも効いてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のゴーヤチップスのポイントです。今回のねゴーヤなんですけれども、丸い輪っか状でねチップスにしたかったので、一度4等分にして、その後スプーンを使って種と綿を取り除きました。もしこういう風にね丸い輪っかで作りたい場合はぜひこちらの方法でやってみてください。この切り方に関しましてはお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。あと切り方としては縦半分に切っていただいて、中の綿と種を一気に取って、あとはそのまま薄切りして作っていただいても大丈夫です。そしてゴーヤを切り終わったらコンソメと塩を揉み込んで、そのまま30分漬け込んでください。そうするとゴーヤに下味がついて、さらにゴーヤの苦味も取ることができます。あとは白ごまと米粉をまぶして揚げるだけなんですけれども、今回ね米粉を使って揚げました。米粉を使っていただくとゴーヤ同士がくっつかずサクサクに揚げることができます。もし米粉がない場合は片栗粉を使っていただいても大丈夫です。ただしね片栗粉の場合は少しゴーヤ同士がくっつきやすいので、ゴーヤ同士がくっつかないようにお箸で離しながら揚げるようにしてください。そして米粉をまぶすときは2回に分けてまぶしていただけたらと思います。そうすることでしっかりとね米粉がついてサクサクに仕上がります。でこの揚げ時間に関してなんですけれども、今回私みたいに薄くスライスした場合は結構ねもう1分ぐらいでねカラッと揚がりますので、こちらの揚げ時間に関しましては厚みによって変わってくるので調整して揚げてみてください。であとはね今回はコンソメで味付けしたんですけれども、だしの素を使ったりとか、あとは鶏ガラスープの素で作っていただいても美味しく召し上がっていただけます。あとはね最後アレンジでカレーパウダーをかけたりとかね、いろいろアレンジも楽しめると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はゴーヤチップスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。